ハリー・ポッターっていう小説がバカ売れしてるせいで、なんか何年か前に年収120億円みたいな、40、50とかで生活保護でもうこの先この人生何もねえやみたいなに思いがちなんですけど、60、70で一発当てるやついるんですよね。小説家ですが年収200万程度、執筆以外にあまり時間を割きたくありません。その上で収入を増やしたいと思っています。アドバイスいただけないでしょうか。生活保護取ったら死ぬほど小説いっぱい書けますよ。多分今生きてる小説家の中で一番お金儲けてるのが JK ローリングさんっていうハリー・ポッターっていうのを書いた人なんですけど、あの人もともと生活保護のようなものをイギリスで取っていて、で小説を書いてすげえ売れたっていうのがあるので、なので小説を本当に書きたいのであれば、生活保護あれば飯は食えるので、年収200万程度の仕事であれば生活保護で家賃と生活費もらえるので、東京都内だと家賃が6万円ぐらいで生活費が5万円ちょっとみたいな感じで、だいたい12、3万ぐらいもらえるんですよね。なので年間に150、60万もらえるので、全く働かなくて150、60万もらえるとすると、今働いて時間を取られてもプラス50万とかなので生活保護にしちゃった方がいいんじゃないかなと思いますけど、 JK ローリングさんの話を何回かしてると思うんですけど、もともとイギリスで生活保護みたいなのもらってて、シングルマザーでパートタイムで歴史の学校の先生をやりながら書いた小説、子供向けに書いた小説っていうのがハリー・ポッターっていう小説で、ハリー・ポッターっていう小説がバカ売れしてるせいで、なんか何年か前に年収120億円みたいな毎年100億円入ってますみたいな、半分ぐらい税金で持ってかれてると思うんですけどっていう感じで、世界中から外貨をガンガン稼いでるっていう状態になったりするんですよね。なのでその生活保護の人っていうのもほっとくと実はすげえ金稼ぐ場合もあるんですよ。で僕自分で言ってたので忘れてたんですけど、マネーの虎っていう番組で出てた生活倉庫っていうところの社長さんも元ホームレスだったりとか、あと OK ウェブっていう上場企業の金本さんも元ホームレスだったりとか、っていうので割と元ホームレスでも結果として稼いでますねっていう人って結構いるんですよね。割と人は事業に失敗してお金がなくなったりとかきつい状態になることってあるんですけど、でもタイミングによってまたすげえ稼いだりするんですよね。柳瀬隆さんっていう作家さんが60だか70になってから書いた絵本がアンパンマンっていう絵本で、それすげえ儲かったじゃないですか。まあ今でも儲けてると思うんですけど、っていう感じで割とその人のポテンシャルって分かんないんですよ。40、50とかで生活保護でもうこの先この人生何もねえやみたいなに思いがちなんですけど、60、70で一発当てるやついるんですよね。今年24歳、慶応卒、英語スキルなし、将来の目標は希望なし。しかし昔からハリー・ポッターの世界観が大好きという安直な理由から将来ヨーロッパに住みたいという夢があります。こんなどうしようもない何も取り柄がない女がヨーロッパに住みたいにはどうすればいいでしょうか。現職はホステス愛人業です。別にヨーロッパにも何の取り柄もない人がいっぱい生きてるので、日本にも何の取り柄もない人がいっぱい生きてるように、ヨーロッパも何の取り柄もない人がいっぱい生きてるんですよね。で、いい話をすると、イギリスで3年前ぐらいにあったんですけど、アフリカから来た難民の人が難民を登録しましたと。それは難民のセンターっていうのが入れませんでしたと。人数多かったので。で、イギリスとしては人権は重視しなければいけないので、難民の方にホテルを手配することにしたんですよ。で、その難民が5人家族で子供3人、2人お父さんお母さん。で、最初にあってがったのがヒルトンホテルの普通の部屋だったんですけど、ベッドが2個しかないと。で、俺たちは子供3人いて5人だと。なので、ベッド2個だと、それは人権を守るためのルールで考えると、ルール違反であるってことになって、で、最終的に5人のベッドがあるヒルトンホテルのなんとかスイーツみたいな1泊10万円以上するホテルに泊まることになったんですよ。っていうぐらい、何にもない人でも、そういう人が暮らせたりするような場所だったりするので、3世代生活保護ですみたいな人もザラにいる国なので、ヨーロッパで結構行ってみるとなんとかなりますよ。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの気に入りになります。